今すぐ部屋から出て。ドアを開けないで。開けて、私だよ。動画1本作るのに何時間かかっていますか？実はこの映像、チャット GPT と統合された OpenAI のツールコーデックスにこんな感じの動画を作ってって指示しただけで必要な素材を全て用意してくれたんです。これすごくないですか？いつもだったらまずは画像を作ってプロンプト作ってコピペして動画にしてダウンロードして名前をつけてフォルダへ整理して疲れたってなっちゃいますよね。AI を使っているのに細かい手作業がなかなか減らない。今回はそんな悩みを減らしてくれる次世代の連携、コデックス×ヒッグスフィールド MCP をご紹介します。これどういうことなのか簡単に説明しますね。コデックスで台本やプロンプトを書いている方、たくさんいると思います。いつもならその台本やプロンプトを動画生成ツールへ貼り付けて動画を生成して完成したファイルをダウンロードする。さらに人によってはファイル名を変更したり案件ごとのフォルダへ分けたりしてようやく動画編集に入る。そんな流れですよね。でもヒッグスフィールド MCP と連携するとこの一連の作業をコデックスからまとめて進められるようになります。画像や動画を生成して完成したファイルを保存して必要に応じて名前をつけて指定したフォルダへ整理する。今回のワークフローではここまでコデックスちゃんが進めてくれます。マジ？想像してみてください。これまで手動で行っていたサービス間の移動やダウンロード、ファイル整理が減るとしたら皆さんの作業時間はどれくらい変わるでしょうか？私はかなり大きな時短になると思うんだよね。ただし便利だからこそ気をつけたいポイントも一つあります。これは後半で完成結果を見ながら正直にお話しします。ではコデックスとヒッグスフィールド MCP の連携方法に入る前にまずはこの連携を使って実際に何が起きたのか完成までの流れを皆さんと一緒に見ていきましょう。これを見てもらうのが一番早いです。まず私がコデックスで最初にやったのはこのチャンネルのキャラクターパンコちゃんの画像を渡すことでした。そしてこの子がパンコちゃん、覚えといてと教えました。次に動画生成用のプロンプトをどんな形で書いてほしいのかを教えて、これスキルにしてとお願いしました。スキルというのは簡単に言えばコデックスちゃんが繰り返し使える専用テンプレートみたいなものです。ここまで準備したらあとはパンコちゃんが主役のショートドラマを何案か考えてと指示します。そして出てきた案の中から良さそうなものを一つ選びました。最後にこんな感じで指示します。この案で30秒のドラマ映像を作ってください。動画生成にはヒッグズフィールドの C ダンス 2.5 ミニ 720p を使用。映像化プロンプトは C ダンス用のスキルを使用。完成した素材は分かりやすくフォルダ分けしてください。私がしたのはほぼこれだけです。そして待つこと約18分。すべての作業が完了して動画が納品されていました。18分ですよ。早っ。では実際に完成したフォルダを見てみましょう。日付入りの名前がついているこれですね。まずリファレンスフォルダ。中には主要人物の画像と背景画像がきちんと分けて保存されています。次に C ダンス用プロンプトのフォルダ。それぞれの動画に使用したプロンプトがテキストファイルとして残っています。後から内容を確認したり修正して再生成したりできるわけですね。そして驚いたのが生成動画のフォルダです。ここ見てください。不採用と名前のついた動画があります。つまりコーデックスはただ動画を生成して終わったわけではありません。生成結果を確認して現在と未来のパンコちゃんの特徴が混ざってしまった動画を不採用にしていたんです。その上で原因になったリファレンスを外して修正版をもう一度生成しています。やば！さらに納品というフォルダまで作られています。中には個別の動画素材、30秒につないだ完成版、そして制作内容をまとめた DVD ファイルまで入っていました。業者かよ！ちゃんと30秒につないだ完成動画もここに納品されています。ということは完成結果に満足できればほとんど編集せずそのまま YouTube へ投稿することもできますよね。もちろん生成結果は毎回同じではありませんし最終的な確認は人間にも必要です。でも素材の準備、動画生成、結果確認、再生成、フォルダ整理、
そして完成版への連結。ここまでまとめて任せられるのはかなり大きいと思うんだよね。私もまだ使い始めたばかりです。それでもこれだけのことができました。ということは、これからコデックスに自分の好みや作り方をどんどん教えていったらどうなると思いますか？とんでもない制作の相棒になっちゃうんじゃないでしょうか。では MCP について軽く説明しますね。MCP って何ぞやってなりますよね。MCP っていうのはモデルコンテクストプロトコル。AI と外部データやツールをつなぐための共通規格っていうやつなんですね。よく例えられるのがツール間の USB-C のようなもの。難しく聞こえるかもしれませんが、今回はコデックスとヒッグズフィールドの間に入る通訳兼お届け係。これくらいに考えてください。私がコデックスへ作りたい内容を伝える。MCP がその内容をヒッグズフィールドへ伝えて生成を依頼する。そして出来上がった素材を受け取り、指定した作業フォルダへ届ける。この一連の流れを一つの会話から進められるようにする仕組みです。人に例えるなら、私が制作アシスタントへお願いすると、必要な相手に連絡して完成ファイルまで机へ届けてくれる感じですね。つまり、生成ボタンを押すためだけに毎回別のサービスへ移動しなくても良くなるわけです。じゃあ早速、ヒッグズフィールド MCP を接続していきましょう。コデックスの画面左側にプラグインっていう項目があると思うので、クリックしてください。遷移先の検索窓にヒッグズフィールドと入れて検索すると、ヒッグズフィールドのプラグインが出てくると思います。インストールって出てるので、インストールします。これだけです。これでコデックスからヒッグズフィールドを呼び出す準備ができました。簡単でしょ？あとはヒッグズフィールド側でログインすれば OK ですね。このやり方は、コデックスにヒッグズフィールドプラグインを追加して、コデックスへ指示するだけ。すると、プラグインが内部でヒッグズフィールドとやり取りして、動画の生成結果をコデックスへ返してくれるという仕組みです。パソコンの細かい設定はよくわからないという方は、このプラグインを使って連携する方法が一番わかりやすいんじゃないかなと思います。次に、自分で MCP 接続をサーバーに追加する方法です。コーデックスの設定を選択します。連携にあるプラグインを選択しましょう。ちょっとわかりづらいんですが、ここに MCP ってあるんですよね。ではここをクリック。自分が登録している MCP サーバー一覧が表示されます。今回はヒッグスフィールドを追加したいので、サーバーを追加を選択しましょう。タイプっていうのをストリーミング可能な HTTP に変更します。わかりやすいようにヒッグスフィールドと名前を付けてみますね。URL にヒッグスフィールド公式ページに載っている MCP 用の URL を貼り付けます。これで保存していきましょう。しばらくすると MCP 一覧に先ほど付けた名前でヒッグズフィールドって出ていますよね。そうしたらあと一歩です。認証をクリック。ヒッグズフィールドのサイトにつながって認証すればつながります。一応コーデックスにヒッグズフィールドと MCP でつながっているか確認してって聞いてみて、問題ないことを確認してみてくださいね。それから何にもわからないって人は最終手段というか、これが一番早いんですが、コーデックスのチャット欄にヒッグズフィールドと MCP 連携してって頼めば代わりに全部やってくれます。そんなところまでやってくれるのって感じですよね。ただし途中で認証や操作の許可を求められた場合は、画面の内容を確認して自分で許可してあげてくださいね。接続できたらまずはコデックスにこう聞いてみましょう。ヒッグズフィールドと接続できているか確認して使える機能を教えて。ここでヒッグズフィールドの機能が返ってくれば準備完了です。では次に実際の動画生成をお願いしてみます。例えばこの画像を使ってCダンス 2.0 ミニで15秒の動画を作って、解像度は 720p、完成した動画はこのフォルダへ保存して、こんな感じで条件をまとめて伝えます。ここ重要です。使うモデル、動画の長さ、解像度、保存先まで具体的に書いてあげると、コデックスも迷わず作業を進めやすくなります。制作アシスタントへ渡す指示書を作る感覚ですね。あとはコデックスがヒッグスフィールドへ生成を依頼して、処理が終わったら完成した動画をダウンロードします。そして指定した名前とフォルダで分かりやすく整理してくれます。簡単でしょ？皆さん覚えてますか？冒頭に予告した気をつけたいポイントについてです。便利ではあるんですが、毎回一発で完璧な仕事をコデックスができるというわけではありません。指示の解釈が少しずれたり、指示をしていなかったがために違う方向に進んでしまったり、思っていた動きと違うこともあります。なので、想定と違った場合などは、
コデックスに修正するように指示を出していきましょう。そうすることでコデックスはあなたとのやり取りを学習して、あなたがどんな考えで、どんな構成が好きなのか、どんな結果に満足してくれるのか、やり取りの中でどんどん育っていきます。それから動画を生成するときは、最初のうちはまずは短い動画を1本だけ作って、結果を確認するのがおすすめです。そこで構図や動き、人物の特徴が合っているかを確認してから、同じ設定で本数を増やしていきましょう。うまくいった指示は、先ほど紹介したスキルとして残しておけば、次から同じ説明を毎回最初からしなくても良くなります。ここが育てるってことなんだよね。つまり、自動化できるのは生成依頼、ダウンロード、名前付け、フォルダ整理。一方で、作品として採用するかどうかを決めるのは私たちです。コデックスは勝手に全部を決める監督というより、ものすごく仕事の早い制作アシスタントと考えるのが近いですね。私はここが一番大事だと思います。面倒な繰り返し作業は任せて、人間は企画や演出、最終判断に集中する。これがこの連携の一番大きな価値です。特に普段から AI で画像や動画を何本も作っている方、案件ごとに素材を分けたり、同じ工程を何度も繰り返している方には、かなり相性がいいと思います。逆に、たまに動画を1本だけ作るくらいなら、ヒッグスフィールの画面から直接生成する方が早い場合もあります。自分の作業量に合わせて使い分けてみてくださいね。ヒッグスフィールドを試してみたい方は、概要欄の最初にある専用リンクから確認できます。同じリンクを固定コメントにも置いておきますね。まずは小さなテストからコーデックスへお願いしてみてください。皆さんの動画制作がどこまで楽になるのか、ぜひ実際に試してみてください。最後に、ヒッグスフィールドの料金プランはこんな感じ。プラスプラン以上がおすすめです。また、定期的に特定モデルの使い放題キャンペーンとかやったりするから、そのタイミングで入るのもありですね。今回のお相手は、あなたのパンコちゃんでした。アデュー。